さてと、それじゃあ始めようかな。本日のテーマは、リトライ機能についてです。リズムゲームの場合だと、ハイスコアの更新を目指している時や、フルコンボ狙いでコンボが途切れた時など、楽曲の初めからやり直したいケースが割とあるので、リトライ機能で即座に再挑戦できると便利ですね。現在制作を進めているゲームでも、リトライ機能があった方が快適に遊べそうなので、とりあえず実装してみることにしました。今回のサンプルでは、左のような感じで、ポーズメニューを作成して、いつでもリトライできるようにしました。メニュー画面と同様に、選択されたボタンの説明文が表示されます。ポーズを解除して、ゲームを再開するボタン、楽曲の始めからやり直すボタン、タイトル画面に戻るボタンを配置しました。とりあえずはポーズメニューで使用するボタンを配置できたので、続いてはメニューを呼び出す機能を追加します。今回のサンプルでは、特定のキーを長押しすることで、ポーズメニューが表示されるようにしてみます。プレイヤーの操作については、インプットシステムで管理しているので、まずはポーズメニューを呼び出すアクションを登録します。左のような感じで、ポーズメニュー用のアクションを追加しました。今回の設定だと、ゲームパッドであれば R1 ボタン、キーボードだと F キーの長押しで動作しますね。インタラクションのプラスボタンをクリックして、ホールドを選択します。ホールドタイムで長押しの時間を設定できるので、今回は 1.5 秒長押しすることで動作するようにしました。これでポーズメニュー用のアクションを登録できたので、セーブアセットで保存します。とりあえずはインプットアクションの設定が完了したので、続いてはポーズメニューを表示するスクリプトを作成します。実装のイメージとしてはこんな感じ。以前の配信でインプットシステム用のスクリプトを作成しているので、移動や攻撃などのアクションと同様にポーズメニューのアクションを追加しました。インプットアクションに登録したボタンを長押しすることで、ポーズメニューを呼び出します。ポーズメニューを表示している間は、タイムスケールの値を0にすることで、ゲームを一時停止させています。タイムラインの再生や一時停止などの操作が必要な場合は、プレイアブルディレクターコンポーネントで制御できますね。ポーズメニューの表示と非表示については、キャンバスグループの透明度を操作して切り替えています。一時停止中にルートインのアニメーションを再生する場合は、セットアップデートのオプションを使用してタイムスケールを無視します。
続いては、リスタートのボタンが押された時の処理です。今回の場合だと、タイムラインでゲームの進行を管理しているので、曲の始めまで戻す処理については、タイムラインの再生位置を0にすることで実装できますね。タイムライン以外にも、プレイヤーユニットやノートの配置など、様々な要素をリセットする必要があるので、以前の配信で作成した画面遷移のアニメーションを使用することにしました。ゲーム画面が隠れたタイミングで初期化を実行する感じですね。とりあえずは構図メニューのスクリプトが完成したので、エディター上で動作を確認してみます。F キーを長押しすることで、ポーズメニューが表示されました。タイムスケールを0にしているので、ゲーム画面は停止していますね。ポーズを解除するボタンを押すと、メニューが消えてゲームを再開できました。リスタートを選択することで、楽曲の最初に戻りました。プレイヤーの好きなタイミングでリトライできるので、便利になりましたね。ということで、本日はポーズメニューを作成して、曲の始めからやり直す機能を追加してみました。ご視聴ありがとうございました。